私ずっと思ってたんですけど、株ってリスクが高い分リターンも高いんですよね。ひなちゃん、その常識、実は1993年に完全に覆されてるって知ってますか？覆されてるんですか？じゃあ私の常識って30年以上遅れてるってこと？まあ、投資の世界では割とあるあるです。今日紹介するのは、ユージン・ F・ ファーマとケネス・ R・ フレンチの論文。コモンリスク・ファクターズ・イン・ザ・リターンズ・オン・ストックス・ボンズ。長い英語、もう帰りたい。返さないです。簡単に言うと、株や債券のリターンを動かす共通の原因は何かを突き止めた研究です。引用3万回超え、ファーマは2013年にノーベル経済学賞を受賞してます。ノーベル賞。そんなすごい論文なのに、私の常識が間違ってたって話なんですか？正確に言うと、リスクが高いほどリターンが高いは半分しか正しくなかったんです。どんなリスクを取るかで、全く話が変わる。リスクにも種類があるんですか？リスクって怖いの一種類じゃなくて？怖いで全部まとめないでください。そこが今日の核心なので、順を追って説明しますね。まず、この論文が何を壊したのかから始めましょう。当時の投資理論の王様は、キャップ M という考え方でした。キャップ M、キャピタル・アセット・プライシング・モデル。以前の動画でシャープの理論として詳しく解説しています。聞いたことある。市場全体と一緒に動くかどうかでリスクを測るやつですよね。そうです。米たちというもので測ります。市場全体が 1% 動いたとき、その株がどれくらい一緒に動くかの数値。キャップ M では、この米たちだけでリターンが決まるとされていました。米たちが高い株イコールリスクが高いイコールリターンも高い。シンプルでわかりやすいですね。ところが、ファーマとフレンチがデータを調べたら、ベータとリターンの関係がほぼフラットだったんです。回帰係数はマイナス 0.22 で、統計的に意味がない。フラット。つまりベータが高くてもリターンが高いわけじゃないってこと？そういうことです。キャップ M のベータだけ見れば OK は現実のデータと合っていなかった。しかもキャップ M で説明した後に残る誤差を見ると、明らかなパターンがあった。パターン。残り物に服があった的な？今の、なかなかいい表現ですよ。実際そうで、キャップ M の残り物の中に2つの見逃されていたリスクの正体が隠れていたんです。やった。先生がさらっと褒めてくれた。今日はいい日だ。はいはい、話を戻しますね。その2つの見逃されていたものが、サイズとバリューです。ここからが本題です。ファーマとフレンチは、株のリターンを動かす要因が1つではなく3つあることを発見しました。3つ。推しグループのトリプルセンターみたいな。投資の話をアイドルグループに変換するの、やめてもらっていいですか？でも、まあ、3つが独立して機能するという意味では、遠からず。認めてくれてるって、3つって具体的に何ですか1つ目は市場ファクター。これはキャップ M と同じで、株式市場全体のリターンから安全な国債の金利を引いたもの。RM-RF と書きます。月平均で 0.43%。年に直すと約 5% のプレミアム。プレミアムってご褒美みたいなものですか？そうですね。リスクを取った人へのご褒美です。安全な国債を持ってるだけじゃもらえない。株を持つリスクを引き受けた分の上乗せリターン。なるほど。ここまではキャップ M と同じなんですね。で、ここからが新しい部分。2つ目がサイズファクター。SMB。スモールマイナスビッグの略です。小型株のリターンから大型株のリターンを引いたもの。月平均 0.27% のプレミアムがありました。小型株ってあんまり有名じゃない会社の株ってことですか？時価総額が小さい会社のことです。論文のデータだと、最小グループの平均時価総額は約2000万ドル。最大グループは約36億ドル。180倍も差がある。180倍。個人経営のカフェとスタバくらい違うじゃないですか。そのスケール感は合ってます。そしてポイントは、
その個人経営のカフェ側、つまり小型株の方がリターンが高い傾向にあったということ。小さい会社の方が儲かるの、大企業の方が安心じゃないですか？だからこそプレミアムがつくんです。不安定で情報も少ない小型株を持つリスクに対するご褒美ですね。これがサイズ効果。カフェのバイトでもわかる。小さいお店って確かに不安定だけど、うまくいくと一気に伸びますもんね。その実感、バイト先で学んだにしては鋭いですね。では3つ目。これが一番強力です。バリューファクター。HML、ハイ、マイナスローの略。BEME が高い株。つまり割安株のリターンから、BEME が低い割高株のリターンを引いたもの。月平均 0.40%。ちょっと待って。BEME って何ですか？暗号にしか聞こえません。ごめんなさい。BE は会社の帳簿上の価値。ME は株式市場での時価のことです。BEME が高いイコール帳簿上の価値に比べて株価が安いイコール割安株。わかった。お店の設備は立派なのに、みんなに気づかれてないお店ってことですね。その例え、想像以上にわかりやすいです。設備は立派なのに客が少ないお店。そういう株が、実はリターンが高かったということです。それって月 0.40% ってことは、年に直すと、約 4.8%。しかもこのバリューファクターは3つの中で T 値が 2.91 と最も統計的に信頼できる。T 値は大きいほど、たまたまじゃないことを示す数値です。割安株すごい。じゃあ割安株だけ買えば勝てるってことですか？そんな簡単だったら全員億万長者です。割安株にはリスクがあるからプレミアムがつくんです。倒産リスクが高かったり、業績が不安定だったり。やっぱり甘くないんですね。でも3つのファクターが分かったとして、それがどれくらいすごいのか、まだピンときてないんですけど。いい質問です。ここからがこの論文の真骨頂。数字で見ると、その差は歴然としています。ファーマとフレンチは、サイズとバリューの組み合わせで25個のポートフォリオを作りました。小型×割安、大型×割高、みたいに 5×5 のマスです。ビンゴカードみたいですね。ビンゴカードの使い方が斬新ですが、形は似てます。この25マスの各ポートフォリオのリターンを、キャップ M と3ファクターモデルでそれぞれ説明してみた。結果の R2 乗。これは説明力を示す数値で、1に近いほど、よく説明できていることを意味します。キャップ M だと 0.61 から 0.91。結構ばらつく。0.61 ってテストで61点みたいなもの。ちょっと赤点スレスレ点数に例えるなら、まあそのイメージで大丈夫です。一方、3ファクターモデルは 0.83 から 0.97。しかも25個中21個が 0.95 へ。つまりほぼ満点。感が。61点が97点に。それはテストなら補習免除どころか表彰レベルですよ。特に差が出たのが小型株。例えば一番小さい×一番割高の株は、キャップ M だと R2 乗が 0.67 だったのが、3ファクターで 0.94 に。小型株のことをキャップ M は全然分かってなかったんですね。しかも、3ファクターモデルの切片、つまりモデルで説明できない部分は、25個中22個が月 0.2% 以内に収まっている。ほぼゼロです。ほぼゼロ。3つのファクターだけで、ほとんど全部説明できちゃうんだ。面白いことに、論文では市場リターンそのものを3ファクターで分解もしています。市場全体のリターンが、実は複数のファクターの混合物だと。市場全体が混合物。それって、カフェラテみたいな、エスプレッソとミルクとフォームが混ざってる的な。今日一番の名例えかもしれません。市場リターンをカフェラテとするなら、サイズとバリューと金利リスクがそれぞれの層になっている。バイト先のラテアート技術がまさかここで生きるとは。生きてるかは微妙ですが、先に進みましょう。実はこの3ファクターモデル、株だけじゃなくて債券市場にも共通の法則を見つけているんです。債券って
国や会社にお金を貸すやつですよね。株とは全然違う世界なのに、共通の法則があるんですか？そこがこの論文のタイトルの意味です。ストックス&ボンズ。株と債券の両方に共通するファクター。債券向けにはタームとデフという2つを追加しています。デフ。タームは金利リスク。長期国債と短期国債のリターンの差です。長くお金を貸すほど、金利が変わるリスクを負うので、友達に100円貸すのと、1万円を10年貸すのでは不安度が全然違いますもんね。金額と期間が混ざってますが、期間の部分は正しいです。デフはデフォルトリスク。社債と国債のリターンの差で、会社が潰れるリスクの分。国は基本潰れないけど、会社は潰れることがあるから、その分余計にもらえるってことですね。完璧です。そしてこのタームとデフだけで、高格付け社債のリターンは R2 乗が 0.97 から 0.98 でほぼ完全に説明できた。0.97 テストならほぼ100点。債券はさらにすっきり説明できるんですね。ただし面白い例外があって、格付けが低い、つまりリスクが高い社債になると、株のファクターにも反応し始めるんです。へえ、低格付けの債券が株みたいに動くんですか？それって中途半端な存在ってことですか？いい直感です。債券と株の境界は実はグラデーションなんです。格付けが下がるほど、株に近い性質を持ち始める。へえ、株と債券って全く別物だと思ってたけど、つながってるんですね。そう。だからこそ、共通のリスクファクターなんです。ただし、この論文にも限界があることは押さえておくべきで。限界？ノーベル賞の論文にも限界があるんですか？もちろんあります。最大の弱点は、なぜサイズやバリューがリスクファクターになるのかの理論的な説明がないこと。理由がわからないのに使ってるんですか？効くかわからないけど飲んでる薬みたいな。その例え、実は学術界でも似たような批判がされています。データ上は効くけど、メカニズムが不明。これを実証的な発見と言います。理論的導出ではない。なるほど。でもデータ上は明らかに効いてるんですよね。はい。そしてもう一つの限界は、分析期間が1963年から1991年の米国市場のみということ。他の国や時代で同じ結果が出るかは、別途検証が必要です。28年間のアメリカのデータだけなんですね。でもそれでも引用3万回って、それだけ説得力があったってことか。さて、今日の話をまとめましょう。ファーマとフレンチの1993年の論文は、株のリターンを動かすファクターが市場リスクだけじゃなく3つあることを示した。1つ目、市場全体のリスクプレミアム。2つ目、小型株と大型株の差であるサイズファクター。3つ目、割安株と割高株の差であるバリューファクター。この3つで、キャップ M では説明できなかった株のリターンの違いを、R2 乗で 0.9 以上の精度で説明できた。さらに債券にもタームとデフという共通ファクターを発見。カフェラテの3層構造ですね。エスプレッソが市場リスク、ミルクがサイズ、フォームがバリュー。もうそれでいいです。でも大事なのは、この論文がなぜ重要かということ。2026年現在、スマートベータとかファクター投資と呼ばれる投資手法は、すべてこの論文が起点です。インデックス投資の進化にも大きく貢献しています。30年以上前の論文が今の投資商品に直結してるんですね。マーコウィッツが以前の動画で紹介した分散投資の理論を作り、シャープがキャップ M を作り、そしてファーマとフレンチがそれを超えた。投資理論は着実に進化しているんです。先生、今日めちゃくちゃ勉強になりました。リスクが高いほどリターンが高い、じゃなくて、どんなリスクを取るかが大事なんですね。そうです。闇雲にリスクを取るんじゃなく、どのファクターのリスクを取るかを理解する。それが、この論文が教えてくれる最大の教訓です。よし、まずは明日のバイトでカフェラテの3層構造を完璧に作るところから始めます。それは投資の勉強ではないですが、
まあ、土台を丁寧に作るのは大事なことです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも待って